不動産屋さんの階段です。さてまたうちの社長が知り合いの方から聞いてきた話です。その方は現在東京で美容師をしている20代の男性で、仮に秋野さんとしておきます。それは今から数年前、秋野さんがまだ地元の九州、大分県にいた頃の体験談だそうです。秋野さんは当時男性3人で一軒家を借りて住んでいました。つまりシェアハウスですね。そこそこ気心知れた友人らとのシェアハウスでしたので、入居後すぐ夜は男3人で居間に集まりいろんな話をしていたそうです。そして住み出してさほど経たない頃でした。またいつものように秋野さんと後の2人で夜になると居間でくつろぎバイトやゲームの話をしていました。それは結構遅い時間で11時くらいだったそうです。3人が話に湧いている最中でした。突然真上の電気がパチッと軽い音を立てて消えてしまいました。田舎ですから今の電気が消えただけでも辺りは真っ暗でした。3人は何だろう停電かなと思ったのですが、すぐにまた電気がついたんだそうです。ですから接触の不具合かなんかだろうと思い、誰も気にしませんでした。そして次の日の夜です。また3人は居間に集まり、昨日と同じたわいもない話をしていました。するとまた電気が突然消えたのです。3人があっと思うと、またすぐにその夜も電気がついたそうです。秋野さんたちは何だろうね、まあ田舎だからやっぱり停電かななどと言って、その時も特に気にしませんでした。ところがその次の日の夜の同じ時刻、また3人が話している最中に電気が消えて、そしてすぐついたんだそうです。そうなるともう3人ともその現象に慣れてしまい、困るほどのことでもないので原因を考えなくなりました。結局その夜の同じ時刻に電気が消えてすぐつくという現象は何日も続いたということでした。そして3人ともいつしかそれが頭をよぎることもなくなっていました。そしてそんなある夜のことでした。珍しく秋野さんだけが帰宅していて、あとの2人は帰っていなかったそうです。秋野さん一人ですから話し相手もないので、一人で居間で雑誌を読んでいました。しばらくするとまた同じ時刻にパチッと電気が消えたそうです。秋野さんはああまたいつものことかと思い電気がつくのを待っていました。ところが電気がすぐつかないのです。あれおかしいな、なんでつかないんだろう。秋野さんは真っ暗な居間でじっと電気がつくのをさらに待っていました。でもその夜に限り電気は戻りませんでした。それで秋野さんはああついに電球が切れたんだと思ったそうです。今まであった消える現象も電球が切れかかっていたからなのかと思いました。そこで替えの電球を探そうと少し体を動かした時でした。何かが変な感じがしたそうです。いつもと違う誰かがそばにいるような違和感があったのです。人の気配というほどではないのですが、何かがいる感じがかすかにしました。秋野さんはそれでも余計なことは考えないようにして、とにかく真っ暗な中、電球を見つけるため立ち上がったそうです。そして暗闇の中、腕を伸ばし手探りで大きく動こうとした時でした。ゲーム機のコントローラーが突然ビュンと飛んできたのです。秋野さんには当たらずそのままカターンと床に落ちた音がしました。それは何の前触れもなく突然飛んできたのです。暗闇でもそれは間違いなくテーブルの上に置いてあったコントローラーだと分かったそうです。秋野さんは恐怖で動けなくなってしまいました。まさか誰かいる？一瞬そう思ったそうです。でもすぐ人間ではない得体の知れないものがこの部屋にいるのではと思いました。秋野さんの背筋に冷たいものが走ったそうです。すぐにこの部屋から逃げ出そうと思った次の瞬間、
外から窓ガラスをバンと叩く手が現れ、驚いた秋野さんはうわーっと思わず悲鳴を上げてしまいました。それとほぼ同時に黒い人影がすりガラスの向こうに立っているのが見えました。それは明らかに生きている人間の人影ではなかったそうです。真っ黒なこの世のものではない何かでした。秋野さんはじっと真っ暗な部屋の真ん中で身動き一つせずに震えていたんだそうです。どれくらい時間が経ったのか、突然電気がパッとつき、そこはいつもの居間で誰もいませんでした。秋野さんは友人たちが帰ってくる明け方まで一睡もできなかったそうです。次の日の朝、秋野さんは後の2人に「俺悪いけど実家に帰るよ」とだけ言って、そのシェアハウスから逃げるように出て行ったそうです。あまりにショックな出来事だったので信じてもらえないと思い、2人には何も言えなかったということです。その後、秋野さんは東京に出てしまい、あとの2人もすぐシェアハウスを出ることになったということでした。ただ2人が退去した理由まではわからないそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。